いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマはエギングのしゃくり方を解説していきます。春エギングの解説につきましては、春エギングのポイントで紹介しております。今回はエギングの誘い方、しゃくりについていろいろな方法がありますが、どのような時にどのような仕方を使えばいいのかなどを方法と使い方をまとめてみました。今回、しゃくりとジャークについては、訳せば同じ意味を持っているようですが、エギングで主に使用するテクニック名として紹介いたします。今回のエギングのしゃくり方を学ぶことによって、エギでアオリイカを誘う方法、釣る力を身につけることができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。しゃくり、縦の動きで誘う。ジャーク、横の動きで誘う。つる引き、体力温存で誘う。ボトムステイ、放置で誘う。この4つについて解説していきます。しゃくり方を解説する前に、そもそもエギのしゃくりとは何か見ていきます。エギを投げてエギを沈めた後、ロッドを大きく上に振ってエギを水中で高く跳ね上げるアクションのことをしゃくりと言います。諸説ある起源の一つに、エギは江戸時代から伝わる日本古来のルアーで、松明を燃やして漁に出ていた薩摩、現在の鹿児島県の漁師が、焦げた松明を海の中に落としたところ、イカが焦げた松明に抱きついたことが始まりとされています。その松明をもっとよく釣れるように、地域や環境に合わせて改良されたものが現在のエギの原点になります。ちなみに、重り、シンカーには古銭、お金が付けられていました。昔は夜に船の上からエギを上下させて誘っていたり、岸からでも投げて巻くだけの釣りでした。ロッドやリールの性能、PE ラインの登場により、しゃくりのパターンが増えたことで、岸からのエギを使ったしゃくりのパターンが増え、現在のエギングとなっています。しゃくり、縦の動きで誘うについて解説いたします。しゃくりとは、ロッドを上下に動かし、エギを高く跳ね上げて、アオリイカに対して縦に広くアピールすることができます。沈める、フォール時間も長く作ることができるため、アオリイカがエギに抱きつく時間、当たりの時間を長く取ることができます。しゃくりには次のような方法があります。一段しゃくり、二段しゃくり、三段しゃくり、多段しゃくり。一段しゃくりとは、ロッドを大きく一回だけ上げる方法です。ロッドを下から上まで上げたり、途中で止めたり、しゃくりの大きさでエギが跳ね上がる高さも変わってきます。最も基本的な方法で、ボトム付近にいるアオリイカに対して効果的です。二段しゃくりとは、ロッドを2回上げる方法です。1回目にロッドを少し上げて一旦止めます。そして2回目を上まで連続で上げてエギを2段階で跳ね上げます。1段目のしゃくりでエギの頭を上に傾けて2段目のしゃくりで上げるため、エギを少しでも真上方向に跳ね上げたいときに効果的です。3段しゃくり、多段しゃくりとは、ロッドを3回以上上げる方法です。2段しゃくりの要領で、下から上までロッドを3回以上連続で上げて、エギを3段階以上で跳ね上げます。2段しゃくりよりもさらに真上に跳ね上げたいときに効果的です。ジャーク、
横の動きで誘うについて解説いたします。ジャークとは、しゃくりが上に高く跳ね上がるのに対して、ジャークはエギをダート、左右に動かす方法です。アオリイカに対して横に広くアピールすることができます。アオリイカがつきやすい沈み根や障害物周りを丁寧にじっくりと探るときに有効な方法です。特に好奇心旺盛な秋のアオリイカには効果があります。ジャークには次のような方法があります。ワンピッチジャーク、ハイピッチジャーク、スラックジャーク。ワンピッチジャークとは、一段しゃくりを細かく行う方法です。小さいしゃくりの後にリールを1回転させて糸ふけを取り、また小さくしゃくりを入れてリールを巻く。これを繰り返し行います。エギが段階的に小さく跳ね上がっていくので、エギがアオリイカから逃げる小魚や甲殻類を演出したい場合に効果的です。ハイピッチジャークとは、ワンピッチジャークを素早く行う方法です。高速にしゃくることで、エギも素早く小刻みに跳ね上がり、広範囲にアピールしたいときに効果的です。スラッグジャークとは、ワンピッチジャークをラインスラッグ、糸ふけを出した状態で行う方法です。糸ふけがある状態でしゃくりやジャークを行う方法のため、あえて移動距離を抑えることができます。活性の低いアオリイカに対して効果的です。コンビネーションジャークとは、様々なしゃくりやジャークを組み合わせた方法です。すれたアオリイカや警戒心の高いアオリイカに効果的です。ズル引き、体力温存で誘うについて解説いたします。ズル引きとは、エギをしゃくりやジャークなどはさせずに着底させて、そこをリールを巻いて這わせる方法です。PE ラインがまだない頃は、ズル引きの釣り方が主流でした。そこをゆっくり動くエギは、体力を温存するために、いかにして動かず大きな餌を食べるかを意識した春のアオリイカに効果的です。また、安定した水温を求めてボトムに移動していく冬のアオリイカにも効果的です。ボトムステイ、放置で誘うについて解説いたします。ボトムステイとは、エギをボトム、底まで着底させて、そのまま放置しておく方法です。潮の流れを利用してエギが流されたり、ゆらゆらとした動きができます。ズル引きよりもさらに春の体力を温存したいアオリイカや、冬のボトムに移動したアオリイカに効果的です。今回のまとめです。しゃくり、縦の動きで誘うについて、しゃくりはエギを高く跳ね上げて、アオリイカがエギに抱きつく時間、当たりの時間を長く取るために効果的な方法です。一段しゃくり、最も基本的な方法で、ボトム付近にいるアオリイカに対して効果的です。二段しゃくり、エギを少しでも真上方向に跳ね上げたいときに効果的です。三段しゃくり、多段しゃくり、二段しゃくりよりもさらに真上に跳ね上げたいときに効果的です。ジャーク、横の動きで誘うについて、ジャークとは、エギをダート、左右に動かす方法です。アオリイカがつきやすい沈み根や障害物周りを丁寧にじっくりと探るときに有効な方法です。特に好奇心旺盛な秋のアオリイカには効果があります。ワンピッチジャーク、エギが段階的に小さく跳ね上がっていくので、エギがアオリイカから逃げる小魚や甲殻類を演出したい場合に効果的です。ハイピッチジャーク、
高速にしゃくることでエギも素早く小刻みに跳ね上がり、広範囲にアピールしたいときに効果的です。スラックジャーク、活性の低い煽り化に対して効果的です。コンビネーションジャーク、すれた煽り化や警戒心の高い煽り化に効果的です。ずる引き、体力温存で誘うについて、エギをしゃくりやジャークなどはせずに着底させて、そこをリールを巻いて這わせる方法です。いかにして動かず大きな餌を食べるかを意識した春の煽り化や、安定した水温を求めてボトムに移動していく冬の煽り化に効果的です。ボトムステイ、放置で誘うについて、エギをボトムまで着底させてそのまま放置しておく方法です。つる引きよりもさらに春の体力を温存したい煽り化や、冬のボトムに移動した煽り化に効果的です。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の授業は以上となります。エギングのしゃくり方の授業が煽り化、超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。